こんにちは。上屋形島優の伊藤英子と申します。今回我が身人形の制作をご紹介いたします。今回我が身人形を制作するにあたって、題材ですけれども松本城の、初代お殿様の奥方様でいらっしゃる時姫様を制作しようということになりまして、それを紹介したいと思います。で、徳姫様ですからあまり資料がなくて、ちょっと参考になるっていうのが難しいんですけれども、一応割と派手好きな方というイメージが強いようですので、内掛けを着せてちょっと華やかに制作をいたしました。で、この内掛けっていうのが上に着ている着物ですけど、でこれが一番格調の高い柄を使うということになります。で、この紙は一枚柄で、お人形用にこう柔らかく手もみをしてあります。で、内側のこの着物、これは一応袖も短くて元禄袖で、あと一応可愛らしい柄を選んでいました。粘土で顔を作ります。ですから顔のイメージをある程度こう頭の中に決めて、それに合わせて顔を作っていきます。それであと乾かしてからちょっとあまり良くなかったようなところを手直ししたり、顔が一番その命ですので、手をかけられるだけかけた方がいいかと思います。顔をきれいに磨いて、そして薄い輪紙を3回から4回貼ります。そして、顔ができましたら骨組みとして針金で、骨組みを作って、そして、胴体部分これだけ大きくてしっかり立たないといけませんので、胴体と足のまでしっかり粘土で固めます。顔と背の高さのバランスなんですけど、普通だと八頭身美人って言われるんですけど、だいたい人形でしたら10頭身、少なくても10頭身から12頭身ぐらいあってもいいかと思いますけど、どうしても着物を着せた時にバランスがすごく最初に八頭身に作ってしまうと、すごく足の短いちょっと縮んだお人形になってしまいますので、最低でも10頭身は欲しいと思います。そして手も同時に作るんですけれども、手も顔の紙と同じものをやっぱり 2,3 回貼ってしっかりさせます。ボディをしっかり作ったら粘土で作りましたら、それを少し厚めの紙
5問目から7問目ぐらいの厚い紙を全体に貼りくるみます。障子紙程度の厚みのもので、ボディを全部貼りくるみます。足の先まで。そして、胴体ができましたらこう綿をこう全体に、ボディなどにしっかり巻きつけます。それで、胴体部分はその綿をしっかり巻いて、腕の部分は針金のままその上に直接綿を巻きます。ボディがしっかりできてしっかり立つようになりましたら足袋を履かせます。そして、下着をつけてで襟の白い部分だけですけれども襟をつけてでお腰をつけてそしてから着物に入ります。柄を選ぶ基準ですか、それはだいたい年齢ですよね。年齢を基準にして華やか、若い子でしたらちょっと派手っぽい綺麗な柄を選ぶ。で少し年間の方でしたらそれなりにちょっと地味ということになりますね。でその格調の高さ、その人形の立場上の格調の高さみたいなものも考えてあまり町娘っぽい柄は選ばないように。で裏地はもう少しちょっと人形ですので派手めな感じが一番綺麗にすると思います。普通に一般的に着物として着ているより少しちょっと違和感がある程度の派手さがちょうどいいかもしれません。当然その裏地っていうかポイントになるこれでしたら襟につけてる緑色がポイントで赤で締めているという感じです。徳姫さんというお人形を作ろうと思っていますのでそのお人形自体が派手もの、一応そういうイメージとして綺麗な柄を選びましたのでこれを使います。着物の裏です。で帯です。下襟とか襦袢とかこれは髪の毛用です。でこれが裏打ちの紙です。着物とか帯とか全部裏打ちにしますのでこの薄い紙です。下の着物から作りますけど、基準的にはその人形の肩幅より両側5センチ程度増やした幅でそれを基準にして前と後ろの着物とそれから袖とで襟と。人形の着物なんですけど上の部分と下の部分には分けて作って着せています。こうして
巻かれて大体こんな感じですかね。これも適当に3センチの10センチぐらい2枚、これで以上です。帯は半分、これ半分余りなんですけど、半分に切りまして、でまたこれを半分にしてつないで長くしてこうしたら紐に出ます。最初に切り出して裏打ちした分ですけど、これを片側5ミリそれでこのそしていよいよ襟ですけど、襟のくっつける縫い代というかのり代です。余分なところは切ってしまいましょう。してまず真ん中辺に両側とものりをつけて、この目安の真ん中の折り目と背縫いのところを合わせて、それで全部のりをつけて、でこうしてこれで出来上がりです。着せる時段階でまた調整します。周りだけこうしてそんなに丁寧につけなくて大丈夫です。四隅だけ折って、この裏のこの緑色ですけど、どの程度出すかは自分のその好みです。これが詰まっている。
から下の部分は下の部分で作って、で上は上、半分から上。それであと帯ですね。帯を結んで、で髪の毛は8ミリに髪の毛用の紙を平たい紙なんですけど切って、そうですね100本ぐらいは必要です。で1本ずつ小よりを作って、で生え際の部分をぐるっとまず全部貼り付けます。そして重ねてどんどん上の方から植え付けるというか貼っていきます。それで全部貼り終わったらこう感じを見て、少し足りない部分はやっぱり前から見た時に少しぺったんこですとあれですから、少し余分につけたりとかして髪の毛を束ねます。時代に即した髪の毛の形に作ります。その江戸初期というか、本当にそういう時期だもんですから、長い髪をちょっと後ろで巻いて束ねているんですけど、でお姫さんですので少し強調して髪を巻いてます。この人これ打ち掛けなもんですから少し引くんですね。で引くので裾を少し広げてあります。だからまっすぐじゃなくてちょっとこう少し裾を広く取ってでまっすぐいって、でこの袖付けも普通だとこんなににはならないんです。こういう風になるんですけど、人形で肩幅も狭いのでちょっとこう極端です。で裾だけこの見えるところだけここ赤い紙をつける。
そうですね、このつまがちょっと広くなって、ここに少し綿を入れてますから、このつまがポイントで、着せる時にこの裏地がちょっと色落ちをしやすいので、赤く染まってしまわないようにいらない紙でちょっと手を隠して、そして今度上の着物をその上に着せるもんですから、下の着物より多少ずつ、そう2センチぐらいずつ袖もちょっと長めにで、袖口も少し大きめに取っています。でこの打ち掛けもこう裾を引きますので、だから背丈より結構長め、10センチぐらい長めに作ります。着物の部分を上の着物を長さを決めて、前と後ろと同じぐらいか半分に折ればいいわけなんですけど、肩の線を決めるわけですね。半分に折って、そして半分まで前を、切り込みを入れて、後ろに背縫いをこうつけます。5ミリ程度にこう畳んで糊で貼り付けて背縫いを作る。それと、部分に切った時に奥身の部分っていうこの三角みたいに出るところですけど、下までずっとあります。この奥身の部分、わかりますかね。これが奥身ですけど、それを両側1枚ずつこの本体の着物に貼り付けて、そして襟をつけるんですけど、その前に全部パーツに作ったら裏打ちを全部します。それは顔の紙より少し厚めの紙で、パーツごとに全部裏打ちをして、そして襟をつけます。で、下は裾の部分はこう合わせなんですけども、一応合わせに作っていますけど、裏の部分と表の部分を合わせて裾は作ります。それで裾も同じように背縫いもつけるし、奥身もつくわけですね。この場合ちょっと下の部分にはあんまりボリュームが出ると上に着せる時にちょっと都合悪いので、あんまり綿をボディのその元のボディの部分は綿で巻きますけど、それである程度調節してで着物を着せてしまって、で上のこの着物に打ち掛けに関しては綿をこの袖口と裾の部分に入れてボリュームを出しています。紙ですからある程度人が着ているような感じに近いようなシワを、他の細かいシワはなるべくつけないように広げておいたりで、ここはシワが欲しいというところで強調してシワをこうして、で
こう形を作る時はどんな風にでも押さえつけたりすると簡単に形になりますから戻らないので、そこはヒレと違って作りやすいところですね。腕まっすぐ着せる時はこうね、着やすいように腕をまっすぐにして着せてから形を作るんですけれども、これはその人の関節と一緒で針金になってますので、大体その関節の辺のところをしっかり曲げて形作れば簡単に形はできます。であとはもうご自分のセンスで形を整えます。でいよいよ顔ですけど、顔を描くんですが、下準備としてあらかた薄くなるべく柔らかい鉛筆でちょっと本当に薄くここだというところだけポイントだけ線をつけておけば、でもして失敗しても消しゴムでちょんちょんちょん、あまり傷つけない程度にすれば割と消えるので、やり直してもいいです。それでいよいよその部分的なところが決まりましたら、筆ペンなりできちんと描いて、でも女の人ですからそんなにしっかり顔を描くっていう風じゃない方が雰囲気は出やすいと思いますけど。これで顔が完成ですけど、あとはその何かお花を持たせるとか扇子を持たせるとか小物でいろいろにアレンジはできます。で完成です。制作過程をご覧になっていただければわかると思いますけど、何しろ世界に一つしかないご自分の人形になるということが一番楽しいところではないでしょうか。やっぱりこういうものを作りたい、最初は真似事でもいいと思うんですけれども、本当に自分の好きな感じのものをイメージして、で自分でその顔の表情とかいろいろなことを思いながら作る。でなんて言っても粘土ですから、なんて難しく考えないで、ダメっていうか変に作ってしまったらまたやり直せばいいことですので、楽しんでやるということじゃないでしょうかね。この着物の柄ってすごくいろいろ種類があるんです。本当に昔から、伝わってきた柄行きで、もう我が身しかない昔の人のこの感性の素晴らしさっていうものを感じられるような素敵な柄はもう本当にいろいろたくさん揃っていますので、好きなのを選んで色合わせもご自分の感性で選んでいただける
そしたらもう本当にもう楽しみながらできると思います。やってみればそんなに難しいものではないですし、やり直すことがいくらでもできますので、だから本当に大勢の方にこの和紙の良さを知っていただきたいし、ご自分のお人形を一つでもいいから作ってみていただけるといいなと思います。本当に難しいことではないですから、時間はかかりますけど、ゆっくり楽しみながらやっていただければいいかなと思います。